やべ、あんまり時間がない。今日お天気曇りでさ、暗いから部屋のライトつけてるんだけど、そうすると顔がすごく黄ばんで見えてるね。面白い。今日はついに我が家に友達が泊まりに来ます。急遽1週間前に決まって、関東に住んでる友達が兵庫県の我が家まで遊びに来てくれることになりまして、こういう勢いで予定が決まるの久しぶりすぎて嬉しい、楽しいね。でもなんか私ちょっとだけ緊張してて、思えば私コロナ以降人がうちに泊まりに来たことないんだよな。実家に帰っちゃったから、人呼べなくなったっていうのもあるし、あんまり人と関われなくなっちゃったからさ、だから久しぶりなんだよな。昔みたいにちゃんともてなせるのかって心配がある。今回来てくれる友達はね、幼稚園からの友達なの。もうずっと友達で、家はね近所ってわけじゃないんだけど、大きくなってからも年一でなんだかんだ会ってる友達。すっごく貴重だと思わない？この関係性でさ、1年ぶりに会うのにそんなブランクを感じさせないぐらいおしゃべりが弾むのね。だからこの関係性ってすごいなと思って。今回も1週間前に友達が急に電話くれてさ、ちょっと考えることがあって東子ちゃんに電話しちゃったみたいな。でさ、私もうなんか感動しちゃってさ、そういう自分が窮地に陥った時にさ、あの子にちょっと電話したいってさ、私のことを思い出してくれたなって思って、泣けるんだがって感じ。生きててよかったって思えるよね。そういう時。その子はね、もう本当にマジで尊敬してるんですよ。結構大好きエピソードがいっぱいあるんだけどさ、まずその幼稚園で初めて会った時、それこそ親の都合で兵庫県にしばらく住んでた時があって、それでまたもともと住んでた千葉県に戻ろうっつってまた千葉に帰ってきてから通った幼稚園でそのお友達と出会ったので、私もその幼稚園児から登校拒否勢だったからさ、もう集団無理無理って感じだったから、号泣しながら幼稚園に転入したわけで、それを見たお友達がなんでこの子泣いてるんだろうって思って話しかけてくれたのが始まりだったの。感動的じゃない？いいよ、これでなんか漫画とか映画とか作っていいよ。顔が黄色いな。あとはもうね、私もこういう人間になりたいって思ったのが、その友達と中学生ぐらいの時に、どこだっけあれは、台東区か。台東区ってことは覚えてる？違う、墨田区か。違う空町だ。中学生ぐらいの時にその子と空町で遊ぼうっつって現地集合にしたのね。私結構時間はちゃんと厳守するタイプではあったから、その集合時間の5分10分前ぐらいに集合場所に着いたのね。そしたらもうすでにその子が集合場所にいて、と思って、何時に来たのって早かったねって言ったら、楽しみすぎて30分前に着いちゃったってさ、満面の笑みで言ってくれて、なんていい子なのと思って、恥ずかしがらず気持ちを伝えてくれるその子の純粋さというか、それで私もいつかこのセリフ使おうって思って生きてきたけど、今んとこないですね。ないんかい。で、今回もね、その子がさ、私が住んでる地域の観光雑誌コトリップをわざわざ買ってくれたみたいで、それもさ、素直に言ってくれたの。もう楽しみすぎてコトリップも買っちゃったよみたいな。中学生の頃から変わってないし、いろいろあったけど、その子のいいところは全く変わらずさ、大きくなったんだと思って。幼稚園の頃から仲良しだからさ、なんか感動しちゃったよ私。丸いな顔。田舎すぎてマジでちゃんと案内できるかが不安だな。案内もクソも全然お店とか知らないからね私。なんかこんなこと言ったら怒られそうだけどさ、今のところ田舎の個人がやってる飲食店で美味しかった、心の底から美味しかったっていうのがあんまりなくて、こんなこと言ったら怒られそうだな。一回近所5分ぐらいのところに居酒屋があったから、ずっと行ってみっかと思って行ったら、マジでホットケーキミックスで揚げた唐揚げが出てきて、いやホットケーキミックスだったのあれは。だから結構ショック受けて、いや絶対ね探せば美味しいところはあるんだけど、まだそこにたどり着けてなくて、何よりやっぱ車ないといけないからな。だから今回その子と一緒にお店開拓しようと思って。
最近さ、展示終わってからというもの断捨離ブームでさ、もう家のありとあらゆるものを断捨離して手放してるんだけど、毎週デカゴミ袋出すみたいな、そんな毎日送ってるんだけど、そのタイミングで人が来るってなったからちょうどよかったな。それでさ、今実家から送られてきた思い出のアイテムも整理してるんだけどさ、今回遊びに来てくれる友達がさ、幼稚園の頃からの友達だったから、その子が年中さんの頃に書いてくれたお手紙とか出てきて、普通に泣けんじゃんみたいなでも断捨離ってマジで終わりが見えないね。びっくりしちゃった。こんだけ物減らしてんのにまだまだ物減らせるんだっていう驚き。ここ1年そんな物は買ってなかったはずなんだけど、気づいたら増えてんだよな。で、意識しないと物って本当に捨てられない。だからもう最近料理しながら、このボウルしばらく使ってないよなみたいな、日常を送りつつ手放せるものを探して暮らしてる。でもさ、こうやって離れた場所に引っ越してきても遊びに来てくれる友達がいるってありがたいことだよね。だってさ、新幹線の切符買うのだってめんどくさいじゃん私大学時代は長野県に一人暮らししてたからさ、その時も友達遊びに来てくれたな。1年目は松本に住んでて、そこは都会だったからいろいろ案内できたけど、2年目からの長野県内のとある村に住んでた時に遊びに来てくれる友達はなかなか田舎すぎてマジで観光地とかないから、いや自然はいっぱいあるんだけどさ、その時代に遊びに来てくれた友達には若干申し訳なさを感じたな。でも結局ね、おしゃべりできたら楽しいからねって私は思ってるけど、今住んでるとこも田舎だから関東から大阪までの所要時間と新大阪からうちまでの電車の時間がほぼ一緒っていう時空が歪んでいるわ。でももしもさ、今回友達が来てくれて楽しく過ごせたら、このチャンネルをひっそり見てる友達もぜひ遊びに来てね。一人暮らしじゃないからあれなんですけど、なんか私ね、一時期ね、薬の副作用がしんどすぎてマジで外出れない人に会えない時期があって、その時にめちゃくちゃ人の誘い断っちゃってさ、なんかずっと口に数ついてた。だからそのせいで友達と会わなくなっちゃった。友達と疎遠になっちゃった。しょうがないけどすごい悲しくて、またこっちから声かければいいんだろうけどさ。その隠れて私の YouTube を見てる友達って言ったのは、今回遊びに来てくれるお友達が電話してくれた時に「とうこちゃん最近どう?」って聞かれて、こんな展示とかしたりねしたんだよっつって、もう一通りね、ひとしきり喋った後に「実はとうこちゃん、私とうこちゃんの YouTube 見てんだ」って言われて、ってじゃあ今私が話した話全部知ってたってことってなって、めちゃくちゃ面白かったんだよ。でもまさかね、その友達が YouTube 見てると思ってなくて、私の絵のアカウントも見てるわけじゃなかったと思ってたから、どんな気持ちで私の動画見てたんだろうと思って面白って思いました。だから隠れて私のチャンネル見てくれてる友達とかいるのかなと思って、その遊びにおいでって話しかけてみた。目左右対称じゃないのに花粉のせいで腫れてて、さらにわけわからんくなってる。なんかこれ一本の動画として出そうかな。なんか最近ちょっと実は断捨離にかまけてさ、全然絵描いてなくてちょっとお休み期間になってる。みんなは花粉対策なんかしてる？私かれこれさ、多分幼稚園生、いや小学生からもう絶対花粉症だったんだけど、そんなずっと花粉と付き合ってきてんのにさ、花粉症対策をしたことが一度もないのね。毎年しんどいしんどいって言いながら夏を待つっていう。目の腫れのカラーがイエベだから私のブルベアイシャドウが合わないわ。グラデーションにしてごまかすか。花粉の薬も飲んでないし、なんとか治療とかもやってないし、調べてもないし、我慢して暮らしてる。なんで？いやなんかさ、今までずっと苦しんできたのに、そんななんかポットでの治療とかポットでの対策で一瞬で治っちゃったらさ、今まで私が苦しんできた時間は何だったのってなっちゃうんだよね、私って。あとさ、よくさ
うつには運動筋トレがいいとか言うじゃん。わかるよわかるけどさ、そんな運動ごときで今までずっと苦しんできたものがさ簡単に治ったらさ腹立たしいんだよって思っちゃうんだよねこんな風に素直じゃないから治らないんでしょうね。あ、でもさ、私さ、もう生まれてこの方花粉症だっつったじゃん。なんだけど、その長野県に暮らしてた時は花粉症の症状発症しなかったの。やばくない？絶対ね、空気が綺麗だからです。実際にもう近くに杉とかヒノキとかあったけど、何よりも空気が綺麗だったから。花粉って排気ガスと結びつくと症状がひどくなっちゃうっていうのがあるらしいんだけど、田舎社会だから車はめちゃくちゃ走ってはいるんだけど、それ以上にやっぱ空気がね綺麗だったと思うんだよね。素人解釈だからあれなんだけど、ちょっと眉毛描いてくるね。じゃんじゃんチャカチャカチャンチャンチャカチャカチャンチャンチャカ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 チャン。なんか急いでる時さ歌っちゃわない？私だけ？うわ花粉で目が腫れてるからまぶた挟んじゃう。化粧を始めたての頃はさビューラーって怖かったよね。てか私中学生の頃にコンタクト初めてつけたんだけど、一番最初ってさ眼科行ってつけ方教わるじゃん。で私その時怖がりっていうのもあったけど、最初にさ眼科のお兄さんが私の目につけてくれるんだけど、そのお兄さんの腕がめちゃくちゃ毛むくじゃらでね、縄文時代だったら爆モテしてそうな野生味あふれる方だったんだけどさ、その毛むくじゃらの太い指で自分の目をこうかっぴらいてさ、こうやってコンタクト入れられるのが怖すぎて、もう全然うまくできなくってってか、お兄さんも困っててさ、もう挙句の果てには本当にあなたはコンタクトつけたいんですかって人生問われた。でもその後うまくいって、お兄さんも見た目とは裏腹に繊細な手つきをお持ちでしたので当たり前だけど軽くお昼ご飯食べたかったんだけどな、持つかな私の体力。新大阪まで迎えに行くんだけどさ、新大阪まで2時間かかるでしょ。最近さ電車の往復時間でさ文庫本1冊読み終わるようになっちゃってさ、そのぐらい時間がかかる移動に。でしかも最近ね、電車に座って電車が動いてその振動を感じたらパブロフの犬っていうかパブロフの便っていうかわかんないけど、便意を催すようになっちゃって、それちょっと困ってる。よし、じゃあ着替えていくか。どうせマスクするんだけどね、花粉だから。ちゃんちゃんちゃかちゃかちゃんちゃん。これ鼻がいいよ、みんないるな、鼻つらい人。すいません、今掃除してます。画角むずいな。このクエン酸シートね、水垢いいよ。楽。電車の時間がクエン酸シートおすすめだよってみんなに伝えなきゃ。エホのネタさすぐ終わったよね、ブーム。めっちゃ悲しかったんだけど、エホすごい好きだったから、最近ネタついのブームが終わるの早すぎるよね。物理が悪いけど。よし、じゃあ行ってきます。みんなも一日無理せずね。じゃあ今日もありがとう。なんでうちらが降りようとすると雨が降るの？本当だよ、マジで。バス乗ってる間だけだったよ、晴れてたの。すごい。雨が。大丈夫ですか？大丈夫ですか？痛くないですか？どんなこと考えてるの？何考えてるのか教えて。ピース。